いや、立体になったよね。5年ぐらいなんよ、YouTube チャンネル開いて。で、ついにやな。いやー、なんかこの僕のイメージ的に、イメージというかそのハネネズミくんはさ、背中に羽が生えとるんよね。で、尻尾がでっかい羽やったんかな。なんかあれやな、猫じゃらしみたい。なんやったらエンディングのソースのオリバーたちの方がなんかちゃんと立体で。なんで宣伝して。今日は人物画です。人物の服の色とか肌の色とか背景とかをどういう風に一つの絵にまとめるかみたいなのもできたらいいなって。それ大事。やっぱり完成形は絵として魅力があった方がいいもんね。今度モデルしてみたら。関節ってどうなってんの？綿やな。じゃあまあ授業するわ。お願いします。ではですね、こちこちと、行っていこうかなと思います。で、骨格、おさらいも含めてしていきます。今ここ見えますかね。だいたいもう画面上でホワイトボードに投影してますので、まず骸骨があります。で、体、腰あたり持っていって姿勢を前のめりにさせてみます。不思議なポーズトレーします。今からするの鎖骨と肩甲骨のおさらいしていきたいなと思います。腕、上腕骨、こことここに設定いたしました。じゃあ鎖骨伸ばしてそのまま肩甲骨入っていきたいので、これつなげて書くようにしたら都合がものすごくいいです。上から見た時に耳があって鎖骨があって、そのまま肩甲骨ですね。このままいただいていくような弓のような形に持っていくようにします。骨ランドマークとしてはこれ全部使える部分なので使っていってみてください。勝手にここに三角筋くっついてきますので動き取りやすくなってくるのではないでしょうか。体のライン、中心取っていくようにするととても分かりやすいかなと思います。で、この骨盤の扱い方もルーミスのように楕円形2つ
もらうようにしてみてください。これで深さが出ると思います。僕の場合これに小さい丸ここに内側に入れるようにしてます。これ何を表しているのかっていうと、骨盤があります。大腿骨があります。ここに座骨が後ろに存在してますので、この座骨の丸を表してます。なぜかっていうと、膝に向けての筋肉、ここにしっかり目立つ筋肉がここから座骨から伸びてるのがありますので、それ取ってってあげると光と影が具体的になりやすくなるので作るようにしてます。もちろん横からだったらお尻の筋肉、太ももの筋肉、こっちから入ってくるので、ここに影がドーンと入ってきやすくなるので、そのためですね。はい。骨ランドマーク、ここはよく伝えてあるんですけど、ここも意識してみてくださいっていうところです。そうしないと横から見たときにこのまま鎖骨もらって肩甲骨もらっていかないと肩甲骨の位置がきっちりと把握できないことが多いんです。前から見た印象がすごくついてくる、回るんですけど、このまま鎖骨と肩甲骨同時に取っていくことでこういう形取っていけますね。背中もらっていきましょう。で、骨盤、この骨盤の下に座骨があるっていうことを覚えないといけないと、ここと座骨意識することと、あとこのね上の部分っていうのがどこに来るのかって言ったら、この背骨のところのちょうど横から見たら一番頂点になっているところが背骨にかぶってます。そこから下りに入っていく、ここもポイントになるかなと。背骨ってこの後ろにゴジラのポコポコさんみたいなのいっぱいついてるのでこんな感じになってるんですけど、でなぜ座骨入れるかっていうと、大腿骨は大天使、ここからこう伸びていってます。お尻ってここで座ってます。ここ太ももです。大天使から伸びていく大腿骨よりも下にふくらはぎ、ハムストリングス筋入ってきて、上の部分って薄いんですね。このニュアンスしっかりと取っていってあげた方がいいのでというところです。よいしょ。下書きですね。ここに2人の男の人がいます。で、頭の大きさとかは、体の比率に比べてどれくらいなのかっていうところを意識して書くくらいでいいですね。姿勢。これ足の向いてる方向です。足の裏が向いてる方向。記しました。それが頭の真下、大体の長さとりました。で、肩のさっきの鎖骨と肩甲骨扱ってみますね。で、上腕骨いただきながら、ここで肘ですね。肘もらって、肘もらった線は親指に抜けていきましょう。親指に抜けて、それぞれの四肢、4本の指いただいておきます。これで大丈夫ですね。鎖骨いただきましたので、胸骨、こっちに来ます。腹ここら辺に伸びてきて、お尻ですね。
ラッパ吹いてます。口のところからどのように伸びたらいいんだろう。あ、手が長くなっちゃった。これぐらいにしときますね。もう一人の方、この人を見てる感じですね。よいしょ。向きだけ合わせます。また足までいきますね。お尻座らせます。足の向きですね。向きだけ取っときます。向きだけ取ります。鎖骨取っていきます。肩甲骨もらいます。そのまま肘もらっておきます。肘抜けて、今度はこっちに乗っかってきてるのが、小指側の尺骨になってくるので、尺骨はもうどっちにもつながらなくていいですね。頭骨っていう親指側にある骨は何かにくっつくニュアンス残していってあげたらいいと思うんですけど、尺骨の方は手にあまり直接関わらないでいいかなと思います。分断した動きでいいかなと思っています。で、骨盤ですね。骨盤の後、お尻、下の座骨意識するので、太もものサイズ感もきっと出てくると思います。お尻の座りが悪い絵になってしまうっていう人は、この骨ランドマークである骨盤の上部のところと座骨の関係、あまり見れてない方が多いのでチェックしてみてください。そして膝、お皿から、脛骨と腓骨伸びてくると思うんですけれども、腓骨は弱いです。なので、どうしよう。細いのが腓骨、強いのが脛骨。この上に大腿骨が乗ってる。脛骨の上に乗ってる。なので、ここもらっていきたいので、ここもらった後、反対側のくるぶしもらっていって、足持っていきます。膝もらっていて、横から見た場合は膝のまますね、これが脛骨になってますので、そのまま遠慮なくもらっていってみてください。下書きこんなもんにしときますね。僕の授業何回か受けたことある人は、肌の色作りで覗き穴を作ってやってみましょうということを言われました。肌の色はこの人なんかオレンジ色みたいな感じはちょっとやめた方がいいです。オレンジっぽい色作ります、まずは。でもそれ直接塗ったら良くないので、それに灰色を混ぜてあげてください。この色でいきます。これぐらい暗くいきます。手もそのままもらっていきます。よいしょ。灰色しっかりと混ぜてます、僕は。よいしょ。しっかり色つけていきます。よいしょ。グレーかぶせました。反対側の手ここら辺にもう一個あります。グレー入れときますね。よいしょ。上の服しましまですね。肌の対比色入れていきます。緑っぽい色、もうちょっと緑っぽい色でいいと思います。これで服を描くんじゃなくて、服がもらってる腕の影いただいていってます。体の影いただいていきます。よいしょ。髪の毛もそのままいただいていきますね。服は青混ぜて影色です。しまいもらっときますね、襟と。
こほっときます。隣の人同じく灰色。次はちょっと隣の人よりも赤いイメージでしょうけどくすませますね。よいしょ。この色でいきます。よいしょ。太もも、ふくらはぎ、さっきのね腓骨から伸びていくところもらっておいてます。脛骨ですね。しっかりこの色もらっていきます。明るくします。よいしょ。明るいと言ってもこれぐらい。明るいと言ってもこれぐらいつけます。よいしょ。つけました。結構な色つけてますね。手も明るいんだ。ここら辺。でももらっておきます。濃い色。裏側もらっておきます。しっかりと濃い色もらっておきます。よいしょ。よいしょ。こんなもんですかね。よいしょ。顔の方ここら辺のことで書いてます。この人のひげちょっと書いておきます。黄色もらっておきましょうか。青色の服。こっちの人と違う水色っぽい色にしておきます。けど、下の方これぐらいの色もらっておきます。あと影。ギター。ギターちょっと色つけてみましょうか。ポイントになるかもしれないので。ワンポイントになるかな。しましまです。もらっておきます。ここら辺見えないことにしておきます。よいしょ。多色になりました。で、色はこんだけでいいかなと思うので、最後、全体のイメージ作っていきます。色はこんだけできました。だから、床ですね。床をどうしていったらいいのか。これをね、この青色のために作っていくので、人物が、この人がちょっと後ろで、この人が手前に持っていきたいんです。なので、黄色っぽい色で、押さえていきます。こんな感じ。この色とこの色が、ちょっと目立って、あとは印象的にこっちの赤とかが入って楽器に行ったらいいのかなみたいな感じで考えて持ってみました。僕のを、丸々真似をするというために僕はしてるんではなくて、僕が、どういうふうに色のことを考えて、そして、画面の中でどこを目立たそうかなって考えて、で最後背景はそれに合わせて何色がいいのかなっていう感じ。だから写真とは全然印象違うと思いますけど、なんだろう、楽しそうじゃないですか僕はそういう風に描きたかったのでそう描きました。肌の色はだいたい合わせたかなと思います、はい、よし、では
時間がこれで30分な気がするんで30分です。なのでもう1個はできませんでした。